パパ、うちおしまいや。これ以上続けられん。アイドルもこっちの方も。どうしたんだ？私に話してごらん。あんな、うちがやってることバレてしもてん。うちはもうおしまいや。落ち着くんだ。私はずっとお前の味方だから。ユウ、その人から離れなさい。ユウちゃん、お願い、目を覚まして。ルイちゃんとスミレちゃん、マネージャーさんも。なんでここに？ユウ、私たちの間には秘密はないと思ってた。でもそうじゃなかったのね。ユウ、君のマネージャーとしてこのことは見過ごせない。どうしてこんなことを？事情を教えてくれないか。待って、みんな内緒にしてたんは深い事情が。皆さん、私からも説明しますから、ユウの話を聞いて大体あなたは誰なんですか？あ、申し遅れましたが、私はユウの父で。何が父よ、ふざけないで。ユウを、私たちの親友をたぶらかして絶対許さない。ユウちゃんを返してよ。ですから私は。ルイ、スミレ、落ち着いてくれ。うちのせいで大変なことになってしまって、もう全部言うしかないんやな。ユウちゃん、どうして私たちに隠れてあんなことしてたの？他の人には、ルイちゃんとスミレちゃんには言えないことをしてたんです。ユウちゃんがそんなエッチな。エッチ？多少はそういう面もあるかもしれんけど、うちは全年齢やで。全年齢？そんな恥ずかしくないの？そうは言うけど、うちみたいに隠れてこっそりやってる人は意外にいるんよ。それはそうかもしれないけど、絶対ダメだよ、パパ活なんて。パパ活？何言ってるん？そんなんするわけないやん。ほんまのこと言うわ。うち、みんなに隠れて、同人誌を書いてたんや。ああ、それだとようわからんか。同人誌言うんは、好きなアニメの二次創作とか。いや、内容の説明じゃなくて、つまりそちらの男性との関係は？私、鈴村雄星と申します。娘がいつも大変お世話になっております。本当のパパ？まさかユウのお父さんがこんなにお若い方だったとは。パパは昔からよく若く見られるんよ。年齢は。大変失礼しました。私からもお詫びします。ユウのお父様になんて失礼な言動を。いえ、娘を心配してくださっているのが分かりました。ありがとうございます。頭を上げてください。パパは昔から絵を描くのが上手でな。二人で同人誌を描いてたんよ。同人誌？つまり二人はホテルで毎日漫画を描いてたの？隠しててごめんな。うちとパパは毎年この時期は必ず即売会に出とったんやけど、例の夏フェスの準備で忙しくなったやん。もう間に合わんから京都からパパに来てもらって、締め切りに間に合わせるためホテルで缶詰やったんよ。そうだったの。その同人誌の即売会っていうのはいつあるの？その夏フェスと同じ日。そうは言っても即売会は昼だけやし、フェスの鳥にはちゃんと間に合う予定やったんよ。いやいや、過密スケジュールにも程があるだろう。だがすまなかった。ユウを一瞬でも疑ってしまって。うちこそ内緒にしててすみません。それに今回の件でこれからみんなにきっと迷惑かけます。さっき電話でしてた話ね。週刊誌に載るってどういうことなの？うちの趣味の話が週刊誌に載るらしいんよ。お母さんの知り合いからのリークなんやけど。
でもそれだけじゃ記事のネタとしては弱いはずだ。オタク趣味をカミングアウトしている芸能人も多いし。それだけやないんです。うちらの同人誌作りを姑息な売名行為って決めつけた悪意のある内容やって。そんな記事が出たら2人にも事務所にも、それに同人誌即売会を愛する人たちにも迷惑がかかる。こういう事態がいつか起きることをうちは想定してた。なのにやめることができなかった。その責任は取らんといかん。だからごめん。うちフェスには出られません。ステージに上がる資格うちにはもうないから。責任感の強いユウらしい考え方だけど、考え直してくれないかユウ。そうよ、これまで一緒に頑張ってきたのに。お願い、そんなこと言わないで。ゆうちゃんがいないなんて嫌だよ。でもダメなんや。うちがステージに立てばみんなに迷惑がかかる。こんな風に終わっちゃうなんて私嫌だよ。ごめんみんな、ごめん、ほんまに許して。どうしてこんなことになってしまったんだ。それにユウにはピンチをチャンスに変える強さがある。なのにどうしたんだ。ユウらしくないというか。絶対に許さないわよ、ユウ。